こんにちは。今回は危険かな電気毛布ということで、やっぱりね、冬寒くなってきますと電気毛布使いたい方多いと思うんですよ。はい、当研究所でも電気式毛布しっかり敷いて、冷えの予防、腰痛予防してくださいねっていう話はしてまいりました。なんか結構質問いただくそうですね。電気毛布、敷毛布を使う上でですね、脱水が心配、低温やけどになるか心配、電磁波の影響あるダニやカビが心配ですね。あと電気コンロが出てる間に足に絡まったりしない、そういったお声を聞きます。はい、わかりました。じゃあこういった質問も本当によくある質問ですので、ぜひ一つずつ後ほど回答していきたいと思います。で、まずですね、はい、お願いします。もちろん、よりどころとなるのはこの取扱説明書。取扱説明書、商品によって異なりますので、しっかりと、できれば購入する前にインターネットなどでも読めるものも多いので、そういったものを確認してから商品を買う、もしくは電気屋さんでよく商品内容を伺ってから商品を購入するようにすることで、少なからずこの心配不安を解消することができるかと思います。とってもこれ大事ですね。特にこういう電気製品っていうのはとても取説大事になってまいります。で、それに先駆けて私もこの問題、しっかりと回答していきたい、できれば科学的根拠を持って回答していきたいと思いましたので、まずはよりどころとなるこの論文っていうのを調べてみたんですよ。ネットを見ると、いろんなこと書いてあるじゃないですか。でもそれって、情報の出どころどこなの、信頼性あるのっていうの不安じゃないですか。だから科学的にどうなのかっていうことを調べるためには、やはりこの論文っていうのがとっても大事です。で、日本ではなかなかこういったもの見つからずに、結局、英語で検索して論文がいくつか見つかった、結構やっぱ古いものが多いんですよね。で、この論文検索っていうのも一口にキーワードで検索しましょうって言いますけど、なかなかこれ難しくって、例えばですよ、電気、毛布って言った時にエレクトリックヒーティングブランケットみたいな名前で引くといくつかしか論文が出てこない。で、エレクトリックブランケットもしくはブランケットのみとか検索ワードを変えることによって出てきたりもするんですね。で、私たち、ウォーマー、温めるウォーマーって言い方をするので、エレクトリック、ウォーマーみたいな言葉で聞くと全く出てこないみたいなこともあるので、検索するときには適切なキーワードで検索するっていうのがまず基本となります。ちょっといくつかの論文、ちょっと古めですけどね、見てください。英語のものを日本語のタイトル書いています。電気毛布の使用と若年女性の乳がんのリスク、その電磁波ががんになるんじゃないかなんていう心配に対して1998年の論文ですけど、明らかな仮説の指示はないということで否定されています。次、骨髄性白血病、血液のがんですねと電気式毛布の使用、これまた1988年、ちょっと古いですけど、やっぱりリスクはないですよと否定されています。はい、次、電気毛布の危険性、もうドンピシャのタイトルだったんで、これを見たいなって思ったんですけど、ニューヨークの1980年の論文ですが、実はこれね、詳細細かいこと何にも書いてないんですよ。だから実際にどういう研究がされたのか読み解くことももう今ではできないっていうのが現状です。いろいろと否定、要は電気毛布心配ないですよっていう論文が多い中で、逆に最後の論文、電気毛布によるペースメーカーへの誤作動、要は心臓にペースメーカーが入っている患者様が本当に電気式毛布使っていいのっていうと、稀なんだけど、珍しいんだけど悪影響が出たケースもありますよっていうことが2022年比較的新しい論文でありますので、要はですね、本当にこのお体の状況が悪い、もしくは
何か体の中に体内にそういった器具が入っている方にとっては使う時には本当に、しっかりとドクターに聞いていただいて、主治医に聞いていただいて使っていいのかどうかを確認することが必要だという認識でいてください。で、一般的なところを申し上げますね。はい、あくまで健康な体としての問題ですが、脱水、これはもう本当に大きな問題です。はい、まず冬ですね、この脱水にどうしても電気毛布引くことによってより発汗、汗が、出たり、水蒸気が出たりということで、体温によっては脱水症状起こること少なからずありますので、ぜひベッドサイド、お布団の横に水分置いとくこと、ペットボトルとか水筒など置いといて適宜水分補給をするっていうことはもう絶対的に大事です。だけど電気毛布敷いて寝てね、夜中に汗ぐっちょりかいてるってあります？いや、なかなかないと思うんないですよね、はい、夏場だったら朝起きたら背中に汗かいてたってありますよね、はい、でもそれほどの状況って冬は起こんないじゃないですか。だから冬に電気毛布使った時に汗をダーってかいて脱水になる、これは夏と比べればあまりにも怖がりすぎるのは私はおかしいなと思っています。はい、次、低温やけど、これ大事ですよ。なのでやはり取説をしっかり読むこと、低温やけどが起こらないようなちゃんと商品として確立されているかどうかは確認の上で買ってください。はい、特に寝返り打たない方、高齢者などでちょっと感覚が鈍くなっている方、子どもさん、こういう方は低温やけどしていても気づかないなんていうこともあります。はい、当院の患者様でも診察に来て腰めくってみたら赤くなってたりして、ホット回路系で低温やけどなんてことは気づかない時もあるので、気づかなくてもちょっと家族に背中を見てもらうとか、そういった確認は必要です。はい、次、電磁波ですね。電磁波気になりますよね。はい、やっぱりいろんな電気製品使う中でも特に体に接して使うものは電磁波気になると思います。で、最近は優れもの電磁波カットの商品っていうのも出てるんですよ。なので気になる方はやはりそういったカットされた良質な商品、ちょっとお高めにはなりますけどね、選んでいただけたらよろしいんじゃないでしょうか。私もちなみに電磁波カット製品使ってます。はい、ダニカビ対策、これどうですか？やっぱり優れてるところは洗えるところですよね。自宅の洗濯機でガラガラ水洗いできちゃいます。なのでとっても衛生的に使えます。何ですか、抗菌用のスプレーみたいなものもありますけど、それだけじゃなくてたまには全部きっちり洗って、そして天日に干すっていうことができればこういった対策もできますので、ぜひぜひ衛生的に使っていただくと。はい、最後です。電気コードですね。これがまつわりつくっていうことを心配される方がいますが、私たち別の動画で撮ったようにちゃんと敷き方をきちっと正しく敷いてシーツをかけて敷いていただくと、寝てる時にこのコードが体にまつわりつくってことはまずないです。よっぽど寝相悪くてシーツがめくれてしまって露出しちゃったみたいなことがない限りはあまりないです。ただ小さなお子様がいて、これで遊んでしまってどっかに絡みつくとか、あとご高齢者の方がベッドからどうしても落ちて、いますので、起き上がる際に足に引っ掛けるなどということはないとは言えないので、ぜひコードが出る場所を、歩かない場所にうまく設置していただいて安全性を確保していただきたいと思います。はい、ですのでいずれもしっかりと対策をすれば過度に怖がる必要はないと思いますので、安全に使ってほしいですね。はい、どうですか？使ってみて。はい、快適に暖かく、寝やすいと思います。いいですね。一回使っちゃうとね、もう手放せなくなっちゃうんですよね。この間ね、旅行行った時に持ってきましたよ。私持ってきました。持ってって
もう本当に刺して使ってみましたけど、それぐらいやっぱりちょっとないと心配になっちゃうぐらい、何しろ私は、まあ個人的な感想ですけどね、薄着して寝たいんですよ。いっぱい着て寝ると寝返り打てないし、かけるものも極力羽毛一枚とかで寝たいので、下からポカポカあったかいっていうのがとっても大切な条件です。皆様も快適に電気式毛布使っていただいて、寒い冬を快適にお過ごしください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。